どうも、プラシキです。今日作っていくのはこちら。機動戦士ガンダムユニコーンに登場したリボン100ガンキャノンディテクターを作っていきたいと思います。2018年2月10日発売、販売価格は4400円になっています。実際にこのキットを見たとき、箱絵にユニコーンガンダムに登場と書いてたんですが、全く記憶にありませんでした。見た目は武骨な感じがしてかっこいいですよね。機動戦士ガンダムユニコーンのエピソード4重力の井戸の底でに登場したらしいです。最初は思い出せませんでしたが、見直したらしっかりと登場し、最終的にはドワッチにしっかりとやられていました。それでは早速内容物をチェックしていきたいと思います。内袋は5袋。内容量はぼちぼちといった感じですかね。ランナー数はこんな感じ。リボン100なので、ぼちぼちあるんですが、パーツが一個一個結構大きいですね。パーツ数は少なそうです。続いて、こちらは A ランナー、カラーランナーになっています。こんな感じで、クリアパーツ、カラーパーツが含まれています。パーツ数自体はそんなに多くはないんですが、結構モールドも細かく刻まれていていい感じです。こちらは B ランナー。今回このガンキャノンディテクターはすべてガンキャノンディテクターの新規ランナーになっていました。このパーツ、プラスチック少し柔らかめのパーツが使われています。こちら外装パーツ関係のランナー。結構紺色がしっかりと入っています。若干色味が違うんですよね。この紺色のタイプと、こっちの方が外装の方は少し薄めの紺色といった形の色になってました。そしてこちら、ふにゃふにゃのゴムみたいな素材のパーツ、動力パイプに使われるんでしょうか。そしてこちらは 170mm キャノン砲、結構大きな武器になっています。そしてこちら、ポリキャップ。ポリキャップは PC210 番が使用されていました。こちらホイールシール、シンプルになっています。そしてこちらはマーキングシール、結構細かいマーキングシールが付属しています。説明書を見ていきたいと思います。説明書は白黒とカラーの冊子版。内容量はそんなに組み立て自体は多くないので、冊子自体もそこまでページ数はありませんでした。このような感じでしっかりとポージングの参考になる資料も記載されています。このユニコーンデザートカラーバージョンのネモ見たことないんですよね。こんな感じ。このパッケージでもかっこいいですよね。後ろにしっかりとネモも映っています。余剰パーツですが、B パーツに一部余剰パーツが出るのと、ポリキャップに余剰パーツが出るようになっています。説明書のこのステップ1、2、3の流れ、丁寧に書かれていますね。パーツを切り出してみました。一つ一つのパーツが結構大きいです。パーツ数自体はそんなに多くはありませんでした。実際作りやすいのかなという印象ですね。それではまず胴体部のパーツ。パーツ数はこんな感じ。胴体部分のパーツを組み立ててみました。このような感じの胴体になっています。モールドも結構細かく入っているので、周りから見てもしっかりした胴体の作りになっているんじゃないでしょうか。リボン100っぽい作りと言ったらあれなんですが、大味なパーツなんですが、組み上げるとしっかりとした胴体になっています。このように腕の付け根は前方に引き出すことができます。こちらポリキャップになっています。こんな感じですね。そして合わせ目ですが、こちらのバックパック部分、この部分に合わせ目ががっつりと出ます。そしてそれ以外の部分に関しては大きく目立つ合わせ目というのはないんですが、脇下の部分、こちらに合わせ目が出るようになっていました。続いて頭部パーツ。頭部パーツはパーツ数が少ないです。こちら内部にメインカメラのモールドが刻まれています。そしてこちらちょっと罠だったんですが、デュアルアイの部分、
こちらの部分クリアパーツになっているところにシールを貼ってくださいと書いてるんですが、貼ってしまうと内部のモールドが見えないようになってしまいました。ちょっとこれは罠なのかなと思います。シールは貼らなくてもクリアパーツ、グリーンのパーツがついているので十分再現できるんじゃないでしょうか。そしてこちら合わせ目ははめ合わせのため頭部に合わせ目が出てしまうようになっていました。このシールの部分ですね。続いて右腕のパーツ。右腕のパーツはこんな感じ。組み上がった右腕がこちら。このような感じになっています。どうでしょう、しっかり再現されているんじゃないでしょうか。マニピュレーター部分はボールジョイントで稼働するようになっています。そして肘部分。こちら二重関節ではないので、この位置までしか肘を曲げることができません。そして上腕部は360度回転をします。そしてこちら腕の付け根の部分も可動域がしっかりと設けられていました。このビームガンの部分も稼働します。上下にも動きます。この肘のパーツも動くようになっていました。こちらの肘関節少し伸びるようになっています。合わせ目は前腕部にこのようにがっつりと合わせ目が出てしまいます。こちらはめ合わせのためしょうがないですね。上腕部は一体型パーツのため出ません。肩部分、こちらも見えにくいんですが合わせ目が出るようになっていました。そしてこちらは外れます。このような感じで下の部分にも合わせ目が出てしまいます。続いて左腕、こんな感じのパーツになっています。出来上がった左腕がこんな感じ。基本右腕と同じ作りなんですが、肩アーマーの部分にシールドが付属しています。ビームガンがついていない状態ですね。それ以外は基本可動域なども同じになっています。この肘部分を伸ばすギミック、引っ張ると砲撃形態の時にこのように伸ばして使用します。しっかり可動域も確保されていました。続いて腰部パーツ。腰部パーツのパーツ数はこんな感じ。出来上がった腰部はこんな感じになっています。この腰部パーツがこのキット一番の、見どころというんですかね、ギミックが搭載されています。こちら砲撃体勢になるときにこの下のパイプ部分やフロントの軸の部分が動くようになっています。このようにスライドさせて外すことができ、この前の部分が伸びます。そしてこちらの後ろの動力パイプの部分とドッキングして砲撃形態にすることも可能です。こんな感じで珍しい作りの腰部アーマーになっていました。後ほど砲撃形態の説明はさせていただこうと思います。続いて脚部パーツ。パーツ数はこんな感じ。出来上がった脚部がこちら。マスターグレードに比べるとどうしても大味な部分があるんですが、しっかりと再現されていると思います。つま先とかかとはこのように可動域が設けられています。足裏も肉抜きはありません。足首に関してもこのように左右にも触れますし、前後にも結構可動域が設けられています。砲撃形態があるので、多分足の部分に関しての可動域はこのように膝部分も広めに取られているんじゃないでしょうか。膝裏の動力パイプもしっかり作られていました。付け根部分も360度、サイドのアーマーも動きます。合わせ目はふくらはぎの部分、こちらの部分は段落ちモールド化、膝裏部分も段落ちモールドになっていました。すねの部分も段落ちモールド化、それ以外の部分に関してはこの部分に少し段落ちモールドになってるんで目立たないですかね。そしてこの裏の部分も段落ちモールドになっていて、合わせ目が脚部に関しては目立たないようになっていました。この膝裏の動力パイプ部分、こちら軟質ゴムのような素材になっていて、このように動かすとぐにょぐにょと曲がります。このキットの中でこのギミック一番好きでした。いいですね。他のキットにもこれ使ってくれないですかね。そしてバックパック。バックパックパーツはこんな感じ。バックパックはこんな感じ。説明書にバックパックって書いてるんですけど、こちら普通にビームキャノンですよね。ボールジョイントで接続するようになっていました。
このように方針の中身などは塗り分けする必要がありそうです。合わせ目は基本出ないようになっていました。このように排熱フィンの部分などもいいですね。続いてビームライフル。パーツ数はこんな感じ。ビームライフルはこんな感じ。結構細かく造形も入っていて、しっかりとした作りになっているんじゃないでしょうか。合わせ目などは段打ちモールド化しているため目立たないようになっています。隠しギミック的なものはなく、この持ち手の部分が少し動くだけのギミックになっていました。そしてこちら銀のシール貼ってるとこなんですけど、こちらもクリアの緑パーツがありますが、シール貼らなくてもいいかなと思います。続いて 170mm キャノン砲。パーツ数はこんな感じ。実際にできたものがこちら。100分の1スケールなのでかなり迫力のある武器に仕上がっていました。基本簡単な構造にはなっているんですが、合わせ目などは目立たないようになっていました。これといって特筆するギミックなどはありませんでした。このマガジン部分、持ち手部分も基本固定になっています。結構大きな迫力のある武器でした。各パーツが出揃ったので、パーツを取り付けていきたいと思います。このように胴体部分と腕部に関してはポリキャップでのジョイント、このように軸での取り付けになっています。結構かっこいいですね。そして頭部、ボールジョイントでの接続。この頭部どちらかというとあんまりガンキャノンっぽくないような気はするのは僕だけなんでしょうかね。実際しっかり取り付けしてみるとかっこいい感じの上半身になっていました。続いて下半身。下半身の腰部との接続もポリキャップで軸でのジョイントになっています。このような形で軸でジョイントしていくような形。ただこの脚部などパーツが脚部のパーツが重いんで、ポリキャップが結構動かしてるとゆるゆるになってきます。そこ結構ネックかなと思いました。作り自体は非常にかっこいいですね。そしてバックパックへビームキャノンの取り付け、ボールジョイントでの接続になっています。両側ともしっかりと固定がされました。こちらかなり保持力は高かったです。いいですね。ビームキャノンつけるとガンキャノンっぽくなります。こちら上半身との接続もポリキャップで軸でのジョイント。こちらも動かしてると結構緩くなってくるので、この辺ボールジョイントとかの方が良かったのかなと作っていて思いました。本体の完成です。このような立ち姿になっています。パーツを取り付けた後の可動域ですが、胴体はこんな感じ。左右にしっかり振ることができます。そして腕部はこのように水平方向まで上げることが可能になっています。可動域結構広めですね。胴体は左右にこのように少しだけ触れることができます。足に関してはかなり可動域広いと思います。邪魔するものがないので、このように足はかなり上の方に上げることもできます。膝部分に関しては先ほど説明したようにかなり曲がるし、つま先かかとの部分も可動域がかなり確保されている状態になっていました。そして腰部、下部分は砲撃形態の時はこのような形で固定するようになります。頭部パーツの可動域、このように上下に動かすことも可能。左右に関してはこのように少し顔を上げてあげれば結構可動域は確保されています。そしてこちらビームキャノン、しっかりとボールジョイントのため前後に稼働させることが可能になっていました。それではポージングと感想に行きましょう。ガンキャノンディテクター完成しました。どうでしょう、この立ち姿、武骨な感じがかっこいいですね。設定上はメタスのムーバブルフレームを利用しているらしいんですが、メタス感は全然ありません。やはりガンキャノンがメインの設定になっているんじゃないでしょうか。後ろ姿もしっかりとかっこいいです。武装類を持たしたポージングをしてみましょう。こちらビームライフル、しっかりとマニピュレーターの保持力があるのでポージングも決まります。続いて砲撃形態、
このように腰部のパーツを展開することで砲撃形態を再現することができます。しっかりと足の部分が開くので再現度が高いですね。そしてこちら 170mm キャノン砲、かなり大きいです。100分の1スケールなので大迫力の武器になっていました。ただ持たせるのが結構きつかったです。どうでしょう、ガンキャノンディテクター、武骨な感じがかっこいいですね。皆さんいかがだったでしょうか。リボン100のガンキャノンディテクターを作った感想ですが、大味なパーツの割にしっかりとプロポーションの再現がされるシリーズだけあって、しっかりとした再現度になっていたんじゃないでしょうか。合わせ目なども極力出ないようなパーツ構成になっており、各箇所の可動域などもしっかりと確保されていました。ただ問題点もあり、ポリキャップジョイントの割に各パーツがそこそこ重量があるので、ポージングしたり遊んだりすると関節のへたりが結構出るんじゃないかなと思います。あとは劇中にちょっと登場しただけだったので、このモビルスーツに思い入れのない人も多いかもしれません。実際私もそうでした。ただ武骨な感じのガンキャノンといった部分かっこいいですよね。また早くネモのユニコーンデザートカラーバージョンも再販してほしいところです。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。